ハッピーテンスアニバーサリー。黒ずきんの目次へようこそ。今年の夏は記念すべきゴーストリック10周年。ということで、前回に引き続き、全5回に分けてゴーストリックの動画を投稿していく予定です。スケジュールです。前回は12期に入ってからのゴーストリックについてわかりやすく解説を行いました。ゴーストリックについての基礎知識が詰め込まれていますので、黒ずきんの目次を初めて見たよって方は、ぜひ第1回ゴーストリックの教科書上巻から開いてみてください。そして第2回はゴーストリックの教科書下巻です。今回はゴーストリックカード全33種の紹介及び解説を行います。テーマパーツこそ非常に多いゴーストリックですが、そのほとんどが実用的とは言い難く、美しい構築にしていくにはある程度の取捨選択を迫られることとなります。僕としてもワイワイとゴーストリックのみんなと一緒に戦いたいのが本音です。ですが、ゴーストリックという玄人向けテーマを握り、かつその先に明るい未来を見出そうとしているのなら、それ相応の覚悟が必要となります。あなたなりでいいので向き合ってみてください。彼らの強いところも弱いところも愛してあげてください。目次です。5章立てにてお送りします。33種のゴーストリックを一挙に紹介すると動画の尺がすごいことになってしまうため、第2回のゴーストリックの教科書下巻は2パートに分けてお送りします。今回お話しするのは第1章と第2章です。概要欄にタイムテーブルを記載しています。第1章エクストラモンスター。メインデッキのカードたちを紹介する前に、前回動画でもお話しした通り、エクシーズモンスターに限って言えばパワーは高く、素材にゴーストリックモンスターの指定もありません。それゆえにランク1から3を安定して立てられる他デッキにゴーストリックを組み込んだ際、メインのゴーストリックいらなくないと言われてしまう始末です。しかし、そんな結論に至るのは黒ずきんの目次じゃなくたっていい。エクストラのゴーストリックもメインのゴーストリックもまとめて、この可能性を追求したい。僕は欲張りなんだ。メインモンスターのポテンシャルを最大限に引き出せるカードとして、場のゴーストリックを好きな数だけ起こしてリバース効果を起動しつつ、なおかつ相手の妨害も行えるゴーストリックパニックがあります。展開を苦手とするゴーストリックではありますが、パニックを安定して供給できるゴーストリックの打天使への早期のアクセスが準構築においても求められるのです。1、ゴーストリックの打天使。ゴーストリックのボスがあるカードなら、この子は影の実力者。しかしその実、どこかフラフラとしている印象で、彼女のいたずら好きにはあるカードもほとほと手を焼いていそう。性能面で言うと、ゴーストリックの潤滑油的存在で、正真正銘このテーマのエースカード。基本的にはランク3のゴーストリックアルカード、ランク2のゴーストリックサキュバス、ランク1のゴーストリックデュラハンの上に重ねて出すことになります。デッキからゴーストリックショットをサーチし、コストにした墓地のゴーストリックエクシーズを釣り上げれば、2体の打天使を並べつつ、パニックをはじめとしたもう1枚のゴーストリック魔法罠にもアクセスできます。2体の打天使を使って、フューチャーナンバーズ0未来竜王ホープを出すもよし。さらにランク3のアルカード、ランク1のデュラハーもコストに効果を発動することで、墓地のゴーストリックの回収もできちゃいます。メインモンスターに触れないのが玉に傷で、またゴーストリックエクシーズたちは自身で裏になることができないため、2体目の打天使でサーチしたパニックを生かすには、何かしらの工夫が必要になってくるわけです。2、ゴーストリックアルカード。ゴーストリックハウスの主ことアルカード。ドタバタなゴーストリックたちを見守る日々ですが、本音は棺で静かに眠りたいみたい。打天使のサーチ効果のコストになることで、アルカードの墓地回収を含めて計2枚のアドバンテージを稼ぐことが主な役割。
墓地回収効果には名称単一がないため、ラテン紙でサーチしたゴーストリックショットで蘇生すれば、複数枚のゴーストリックのサルベージも可能です。モンスターを含めたセットカード限定ではありますが、唯一相手のバックに触れるカードであり、砲術のゴーストリックリフォームと合わせてエクシーズモンスターの中での地位は高いです。3. ゴーストリックサキュバス。眠たげにお目目をこする姿がとってもキュートで、サキュバスが抱っこしている枕は彼女にとっての必需品。ランク3のアルカード、ランク1のデュラハンと異なり、唯一墓地回収効果を内蔵しておらず、ラテン紙のエクシーズ素材としてはいまいち。対するメインモンスターはレベル2の並びが優秀であり、アルカード、デュラハンと比べて必然的にサキュバスを出す機会が多くなるため、ゴーストリックデッキの難しさに拍車をかけています。丸2の効果は、エクストラモンスターゾーンを封鎖することも可能なので、サキュバスを封鎖されていないもう一方のエクストラモンスターゾーンに出しておくことで、相手のペンデュラム召喚やリンク召喚を制限することができます。4. ゴーストリックデュラハン。ゴーストリックミュージアムに潜むゴーストリックたちを束ねるデュラハン。普段は博物館の館内にて、甲冑として展示されているよ。役割としてはアルカードと同じ。ラテン紙のサーチ効果のコストになることで、デュラハンの墓地回収を含めて、計2枚のアドバンテージを稼げます。名称単一はありません。丸2の効果はゴーストリックの低ステータスを補ってくれるもので、ラテン紙を重ねて出すことで、実質4000打点にまで届くようになります。レベル1、レベル3のゴーストリックたちは性能面に難があるため、墓地回収効果のあるアルカードやデュラハンを直接エクシード召喚する機会は少ないですが、後述のゴーストリックリフォームを採用する場合は1枚は積んでおきたいです。5. ゴーストリックフェスティバル。ゴーストリックシュタインがゴーストリックの雪女にハロウィンのお祭りの案内をする形で描かれたイラストアド抜群のゴーストリックの集合絵。ゴーストリック待望のリンク1であり、裏側のモンスターも素材にできるというゴーストリックのスローテンポを補うための異例の待遇を受けています。丸2の効果によりメインゴーストリックにアクセスできると思いきや、リクルート効果は相手の攻撃宣言時という受動的なもの。ゴーストリックパニックを打天使でサーチしてフェスティバルに変換しようにも、相手の攻撃宣言時までパニックによる妨害ができないのであれば本末転倒です。せめて起動効果でメインモンスターに触れたのであれば、それはゴーストリックにとっての革命そのものであり、スローテンポを克服した展開型が主流となっていたことでしょう。星。裏側にできないリンクモンスターが相手の場にいたとしても、丸1効果で貫通して打点を与えることができるようになったり、リンク1ということもあり、パラレルエクシードやドラグマの聖女エクレシアと組み合わせやすくなったのは評価ポイントです。第2章 S ランク構築の軸になるカード。ここからはメインデッキのゴーストリックたちの紹介になります。冒頭でもお伝えした通り、メインデッキに入るゴーストリックのほとんどは素引きしたくないノイズのようなもので、その数およそ8割。場に他のゴーストリックがいないと召喚できないという制約がある上、そもそも能動的なアドバンテージを稼いだり展開することのできるカード自体ほんのごくわずか。リバース時のリクルート効果を持つゴーストリックの人型を筆頭に、サーチ効果を持つゴーストリックキョンシーやゴーストリックセイレーン、妨害を行いつつ彼らのリバース効果を起動するゴーストリックパニックをベースにデッキを固めていくのがオーソドックスです。まずは S ランク構築の軸になるゴーストリックたちの紹介です。1、ゴーストリックの人型。人形、人型、3色のバラのブーケを携えた姿が美しいアンティークドール、ゴーストリック3英傑の一人。
サイクルリバースを主軸にするにあたっての縁の下の力持ち。この子なしにはデッキとしての手をなせなくなるほどのメインデッキ内最重要カードです。能動的に展開する効果を持たないゴーストリックにとっての唯一の初動とも言えるカードで、この子からレベル2ゴーストリックを引っ張ってきてエクシーズ展開につなげることが理想。しかし効果の処理がエンド時と遅く、このカードをセットした次の自分ターンにリバースするのでは、エクシーズ展開はそのまた次の3ターン目となってしまいます。5パーツを用いれば、1ターン目から打天使を展開できるというのに、それに3ターンもかかってしまうようでは本末転倒です。人型のステータス自体高いとも言えず、持ちもよくありません。この子を上手に使うには、ゴーストリックパニックやサン&ムーンを用いて妨害しつつ、相手ターンにリバースして効果を発動する必要があります。発動さえすれば、相手がどんな強力な制圧モンスターを出してきたとしても、エンド時には全員裏になりますし、人型を含め他にもう1体の表側モンスターが場にいれば、レベル2ゴーストリックをリクルートしつつ、次の自分ターンにはエクシーズ展開に入れるのです。人型のリクルート先として最も優秀なのが、リバース時に墓地のゴーストリックをセットできるレベル2のゴーストリックの妖精。次の自分ターンに妖精の効果で墓地のパニックを再セットし、さらに展開した2体の打天使をエンド時に人型の効果で裏にすることで、別の人型や妖精をリクルートできるのです。ゴーストリックの理想盤面である打天使プラス人型プラスパニック。お話の通り、人型プラスパニックで相手の妨害をしつつ後続を確保できるムーブが最も実用性があり、ここに打天使を並べておくことで、恒久的にパニックを供給することができるようになります。ゴーストリックの人型と同じレベル2をリクルートするには、もう1体のモンスターがエンド時に表側でいる必要があり、それを相手に依存してしまうと、リンク召喚で逃げられてしまう恐れもあります。しかしながら相手モンスターすべてを裏にしつつ、後続を確保するという役割を一挙に担えるのは、メインデッキ28種の中で人型のみであり、このカードに依存せざるを得ないのが現状です。とにもかくにも癖こそあれど、ゴーストリックの心臓とも言えるカードで、彼女を上手に使った構築を組めるかどうかが、プレイヤーの腕の見せ所というわけです。2023年4月のブースターで登場したリトルオポジションにより、これまでアクセス手段のなかった人型を召喚権を使わずに裏側でリクルートできるようになりました。リトルオポジション、パニックともに通常罠であるため、モンスターカードなら悪魔城リリス、天国の王、レディ・オブ・ラビリンス、ワナビー、魔法罠カードなら参戦の5、トラップトラック、トラップトリックからもアクセスできるようになり、構築プランが飛躍的に拡張したと言えるでしょう。2、ゴーストリックの妖精。女の子組ゴーストリック期待の新人。いたずらっぽくウィンクする様が愛らしいです。初動である人型を展開の先鋒とするなら、このリクルート先の筆頭であるこのカードは時報。ゴーストリック3英傑の一人。主な用途は人型で紹介した通りで、人型から妖精をリクルートして墓地のパニックを拾いつつ、エクシーズ展開につなげるというもの。このカードが優秀なのは、墓地のゴーストリックカードを何でもセットできるところ。2体の打天使を並べた後に妖精をリクルートすれば、打天使の素材となったアルカードやサキュバス、デュラハンを墓地からセットすることで、3体目の打天使のエクシーズ召喚を狙うことができます。また、パニックで裏にできる相手モンスターの数は、自分の場にセットされたゴーストリックモンスターの数の限りですが、パニックで妖精を起こすことで裏にできる数をプラスすることができます。時の22効果のため、タイミングを逃す点は注意ですが、パニック同様対象を取らずに裏にできるのが非常に強力です。デュラハンやアルカードと合わせて墓地リソースをくるくるしましょう。3、ゴーストリックの猫娘。面倒見がいい性格で、
レベル1ゴーストリックたちのいたずらの後始末をする様がゴーストリックロールシフトでは描かれている一方、ゴーストリックナイトではゴーストリックの雪女と共にいたずらをする側に回っているお茶目な子。日中は人間の姿で館内を見回っているらしく、ぜひ擬人化した姿も見てみたい。ゴーストリック三英傑の一人で、先方の人型、時報の妖精に続き大将を務めるのがこの猫娘。丸2の効果には単1がなく、レベル4以上のモンスターを軸とするデッキにはめっぽう強い、ゴーストリック随一のポテンシャルを秘めたモンスターです。場に他のゴーストリックが必要なことに加え、近年ではリンクやエクシーズなどのレベルを持たないモンスターが増えたため、メインへの採用を見送られることも多いこのカードですが、それでも相手のデッキ次第では化ける1枚、猫だけに。現に昨年11月には、これまでとは一線を画すパワーを持ったクシャトリラやティアラメンツがはびこる環境で、このカードを採用して公認優勝をもぎ取った方がいるくらいです。ゴーストリック10年の歴史に名を残したキリニさんのノートは概要欄から。また、ゴーストリックがテーマ内で構えられる妨害はパニックのみで、妖精と組み合わせても同じタイミングでしか相手モンスターを裏にして妨害することができません。妨害のタイミングをパニックの他に複数箇所用意するという意味でも重宝されると思います。猫娘で召喚特殊召喚を封じ、ゴーストリックナイトにより反転召喚すらも封じる通称ネコロックはもはやゴーストリックのお箱です。4. ゴーストリックショット。ゴーストリックの魔女がほうきでゴーストリックマミーの包帯を打つ様子が描かれていて、軌道を変えて後方へと飛んでいくその一芸はゴーストリックたちの間でも話題みたい。第1章の打天使のところで話したように、彼女のサーチ先候補の筆頭。コストに切ったアルカードやサキュバス、デュラハンを蘇生することで2体目の打天使を出すことができます。このカードの登場でエクシーズ展開のパワーが飛躍的に向上し、妖精と合わせて墓地リソースの使い回しが効くようになりました。丸2効果により釣り上げたエクシーズに素材を付与し、そのエクシーズの効果を発動することも可能で、とにかく無駄がありません。丸1効果は場の裏側のゴーストリックを起こすこともできるため、先行1ターン目から人型の効果を起動できないこともないのですが、それをするにはショットと人型に加えて手札にもう1体のゴーストリックモンスターが必要になります。先行1ターン目でショットと人型を同時に握れる確率はおよそ 10% しかなく、そのためだけにゴーストリックモンスターを増やしては、それこそ手札事故につながりかねません。冒頭でも話したように、ゴーストリックモンスターを重ね引きすること、それすなわちその枚数分だけ初手の手札枚数が減るということ。ただでさえ表側で召喚できないという重い制約を課されているのに、このようなハンデまで背負っていいはずがありません。ショット含め、メインゴーストリックの採用枚数には慎重になってデッキを組んでみてください。5. ゴーストリックパニック。ゴーストリックハウスを訪れた人たちを驚かしては遊ぶランタンとスペクター。これがお化け屋敷のおもてなしだ。動画内でも何度も紹介しているように、ゴーストリック唯一の妨害札にして、メインモンスターのリバース効果を起動してアドバンテージを得るための最重要カードの一つ。このカードもしくはこのカードに触れる打天使と人型をいかにして準備するかがどのゴーストリックデッキにおいても当面の課題となっています。ゴーストリックモンスターの多くは名称単一がなく、またこのカードで表にできるモンスターの数に限りはないため、リバース効果持ちのゴーストリックが複数体並んだ時のパニックのパワーは絶大です。罠による対象を取らない妨害ということもあり、これをかいくぐれる耐性を持つモンスターもそう多くはありません。通常罠ということで、サーチ手段は豊富のため、打天使のサーチに頼らずに、リトルオポジションと合わせて、メインゴーストリックに寄せた構築にしてみるのも面白いと思います。6. ゴーストリックナイト。
普段はいたずらばかりのランタンスペクターもびっくり。レベル2のお姉さんたちが悪い子にお仕置きしちゃいます。ここまで人型や妖精、パニックを用いて、相手を裏にして妨害することばかりお話ししてきましたが、じゃあ裏にした後どうするのというお話。戦闘破壊しようにも、ゴーストリックたちはとにかく打点が低く、戦闘で処理できなければ、次の相手ターンに反転召喚されて再利用されかねません。ここもまたゴーストリックデッキの難しいところで、火の書や底なし落とし穴など、相手を裏にすることに重きを置いたデッキを見かけますが、裏にしての妨害はすでに間に合っています。むしろパニックの刺さりづらい融合や儀式、トークン、リンクデッキのことを考えるのであれば、この他の方法で相手の展開に対処できる汎用妨害を積みたいところ。少し脱線してしまいましたが、ゴーストリックナイトもまた裏にした相手モンスターを再利用させない手段の一つで、なんと相手モンスターの反転召喚を封じてしまいます。シンクロやエクシーズ、ペンデュラムデッキへの効力は絶大で、裏側になってしまったモンスターを能動的にどかす手段に乏しいこれらのデッキは、たちまちフィールドが埋め尽くされていってしまうのです。相手をロックした後はゴーストリックハウスやゴーストリックミュージアムの出番。裏側のモンスターしか場にいないプレイヤーへの攻撃が、お化けたちが障害物をすり抜けるように直接攻撃になるのです。いかがだったでしょうか。特にキーカードとなるゴーストリックたちを紹介しましたが、今回取り上げることができなかったゴーストリックたちの早く早くという声が聞こえてくるようです。次回も引き続きゴーストリックの教科書下巻パート2ということで、残り22枚のカードの紹介を行います。長年にわたってゴーストリックを研究し続けた僕の全てを詰め込んだ、ここでしか見れない動画となっていますので、ぜひ次回もまた覗いてみてください。いつか準構築を組めるその日まで一緒にいよう。